だから結果として短期的な下落の圧力に加えて、出来高や信用倍率の低下、信用買いの控えを通じた信用買いで短期で儲けてやろうって思ってたけど、やっぱ難しそうでやめとこうかなって思って結局資金が入らないし、流出していくということで株価は下がるっていう需給回復の遅延を招いたということ。これが原因だ。証券番号5253カバー。決算の分析。で、そこの君、本当かよってうさんくさいなとか、頼りないなって思ったでしょ。じゃあ、これを見てよ。これは僕のツイッターで、日々のね、トレードの結果を報告しているものなんだよ。収録時が26日だから、この日はカバーで3回の取引しかしてなくて 15,916 円の利益が出た。まあ、ここでもね、失敗してない。次が24、25日は土日で休みだったから、23日の金曜日は 12,960 円。儲けてる。この東京海上ホールディングスも決算が良かったから上がるっていうのは分かってたんだよね。5月22日、16,640 円。みんなの日当はいくらでしょうか？僕の日給は8,000円くらいだったよ。朝起きたらね、これもう利確してるって。もうバカみたいじゃん。じゃあ投資するしかないよねっていう。儲かったお金で僕が大好きなうなぎを食べるっていう。うなぎ好きなんだよね。21日が5,050 円利益が出て、5月20日は親からご飯行こうよって誘われたから10分しかトレード途中でやめちゃったんだけど、それでも 3,940 円利益が出た。19日は 7,080 円カバーとトヨタで利益が出てる。これは下げで利益が出て、で、トヨタは上げで利益が出てる。そういう結末っていうのは分かってたから。ここで一回も損失は出さなかった。トータルでね、プラスで終わればいいんだけど、5月15日はカバーだけで 22,480 円利益が出てる。お分かりいただけたでしょうか？カバーに関しては、株主比率構成から明日どういう動きをするかっていうのがもう分かってるんだよね。それは決算を正確に分析できているから、参加者が誰かっていうのが分かってるから。総評及び投資の判断、決算を読んだんだけど、高成長、高収益が持続していて、財務体質も着実に強化されています。無敗の継続っていうのは、投資家にはネガティブな要因で、まあ僕としてもね、長期で持つ理由もない。だからデイトレードで完結しようと思った。これはね、ベンチャー企業あるあるなわけで、成長企業、ベンチャー企業っていうと、配当を出すぐらいだったら、成長に全額やってくれよっていうのが今の文化なんだよね。アメリカもそう。カバーは市場シェアの拡大の余地がまだあるし、グローバル展開の戦略っていうのも明確であって、投資家のセンチメントも良好です。結論、投資の判断としては買うに値する。根拠としては、2桁成長を維持する。業績のトレンドがある。強固なキャッシュフローと健全な財務のバランスがある。VTuber 市場におけるリーディングのポジションがある。投資家心理もポジティブに傾斜している。決算を発表したのが5月12日で良かったのにもかかわらず、これガクンと落ちたじゃないですか。僕はまあここは分かってた。だから持ってなかった。まあ結構ね、揺さぶりかけるのがえげつないんで、ちゃんと信用取引のデータを見てから、ちゃんとここでエントリーだって分かった。じゃあなんでこんな結末になったのか、そしてこのまま持ってていいのかっていうのも細かく分析していこう。まあ決算を読んでね、これが数字がどうとか、そんなのはどうでもいい。問題は誰が株価を操作しているかという、会社の概要、事業内容の解説。カバー株式会社証券コード5253東証グロース。VTuber 事業を中核として、所属タレントによるライブの配信、音楽のコンテンツの制作、配信、大型リアルオンラインイベントの企画、運営、オリジナルグッズやトレーディング、カードゲーム等のマーチャンダイジング。最近ここの利益率高いとかみんな言ってるね。ライセンスタイアップの事業。ゲーム、おもちゃ、食品、日用用品への IP の提供。名前貸すから、ちょっとロイヤリティ、名前の料金ちょうだいよみたいな。グローバルの展開を視野に入れた IP ビジネスとクリエイター経済圏の構築。僕、小春自身が VTuber っていうだけあって関心が出ちゃう銘柄なんだよね。ゲーム実況とか歌ってみたとか、ありふれたもので見ても利益にはならない投資家の僕にとっては、ただ無関心でしかなくて、情報弱者の独身のっていうかな、どうしようもない男性の投げ銭で成り立っている超長期的な将来性を考えると甘い持ちたくない銘柄なんだけどね。だから結構中立的に物事を考えられるんじゃないかな。良い点があって、売上が 43% の434億円とか、まあいろいろ増えてるとか言うじゃないの。じゃあこれが何%増えたからといって株価にどれくらいの影響があるかっていう、現にカバーの株価っていうのは決算の後下がったじゃない。なぜかっていうと、機関投資家はわざと落として安いところで買い漁っている。集めているっていう状況なんだよね。だから、決算がいいって買っちゃった人たちで下がって、ああ、売っちゃったみたいな、もっと下がるかもみたいな。全然持ってていいと思うんだよね。なんだったらもう上がり下がりがすぐ分かってるから、デイトレードで儲かっていった方が早いんじゃないのっていう僕の意見。悪い点。他の VTuber の解説も見たけど、影響利益率の低下とか、
そういうのがあって、18.7%。これは高いのかっていうと、すごい高いんだよね。16.9% に減少って言ったけど、これでも普通に高い。僕はね、トヨタの自動車で働いていて、自動車関係の銘柄すごく詳しくて、機械関係とか製術産業の利益率って2、3% なんだよね。だから、原価を持たないデジタル配信でいくらでも量産できるよっていう VTuber とかそういうデジタルの企業にとって、16.9% って自動車の会社からすれば羨ましい限りなんだよね。素晴らしい業績じゃんって。PR が40倍って言っても割高ではないっていう。一方で、その無敗の継続配当0円っていうのは僕が持ってても何の意味もないっていう。福利で増えていくわけではなくて、配当金控除っていうのも使えないから。あとはこれ活動費用の経費みたいなもの。これが26.9億円の支出ってあるけど、形がないものだから、これってどうにでもなると思うんだよね。一応財務健全性とかそういうのを点数にすると25点満点中22点。これは自己資本比率が過半数以上を占めている。営業のキャッシュフローも増加していて、安定した資本構造には変わりはない。成長性は23点。売上と利益の 40% 超えの2桁の成長を継続しているっていう。まだまだ大きくなるかっていう、これは僕もびっくりなんだよね。ただ、成長が鈍化しているっていうことで、まあそろそろそんなもんかって僕も思うし、業界投資家もそんな感じだから、資金の流出っていうのが心配されているんじゃないかな。市場のポジションとしては、もうほぼ満点に近い24点。そりゃそうだよね。二大巨頭って言ったら、二次三次とホロライブっていう、VTuber の市場のリーディングの企業、シェア 34%、ブランド力が強化されている。これは誰が見てもそうだよね。満点でもいい。将来性は25点中21点。ちょっとこれはね、唯一低くて、2030年の売上1000億円を目標にしている。で、海外の展開。まだね、海外の配信の技術っていうのは、まだ未熟だから、侵食していくのには大丈夫なんだよね。まあ一方で、無敗っていうところが、投資家とか、金融、銀行とかお金を出資する会社にとっては別に福利を生まないわけだし、まだできたばっかりの業界っていうのは弱点かなっていうことで、決算の点数で言うと100点満点中90点。未来が予想しやすい銘柄だからデイトレードで利益が出している。この会社が、利益が出ようが出ないが、衰退しようが僕は関係ありません。しかし VTuber という人種なので、応援してもいいかなっていうぐらい。僕はね、こんな感じで、日本人だから、日本の企業や人間を応援したくなる、そういう貴族意識があって、カバーっていうのは発展していってもいいかなぐらいの、フラットに考える投資家として、僕の資産には全く関係のないことなので、無関心。火の反対は無関心。可愛い VTuber を視聴したり、キャバクラのようにスーパーチャットをする情弱男性とか、当事者の資産が増えるわけではないし、そのお金や時間っていうのは家族や友人にプレゼントしてあげられる、幸福にさせるはずのお金だった。これが確定申告で言うなら、損失として積み上がっている状態なんだよね。僕のチャンネルを見ている人は、将来を豊かに、お金の問題を解決するために勉強している最中なのは分かっている。だから君は絶対将来お金持ちになる。あと下げた要因、株価が下がった要因っていうのは、ここがメインじゃないかなと思っていて、カバーについて、筆頭株主であり、株価に大きな影響を与えている、ウエストキャピタルマネジメント LP は、保有株数が、保有割合が減少したと報告。大量株保有報告書という義務があるんだよね。で、その変化の割合っていうのが 7.39 から 5.10% に減少した。じゃあこれいくらなのかな？いくら資産が抜けていったのかなっていう算出をしてみた。そうするとだいたい 29.6 億円。結論。30億円相当の大口の売却の情報っていうのは単に需要の悪化以上に信頼の損失っていうのを招いて、既存投資家の不安を増幅させると同時に、新しい購入者、僕みたいにっていうか、これをフォローライブの決算を見て、どうしよう、買おうかな、でも決算直後に下がってる、どうしよう、買わない方がいいのかな、わかんないや、みたいな、そういう購入、参入の意識を大きく削ぐリスクがあるんだよね。で、要約をすると、大型の機関投資家の保有率の減少っていうのは、需給面でネガティブの要因であるだけじゃなくて、その30億円の流出における株価の影響っていうのは、特に重要なステークホルダーが逃げ出したっていう印象があるんだよね。投資家として。だから結果として短期的な下落の圧力に加えて、出来高や信用倍率の低下、信用買いの控えを通じた信用買いで短期で儲けてやろうって思ってたけど、やっぱ難しそうでやめとこうかなって思って結局資金が入らないし、流出していくということで株価は下がるっていう需給回復の遅延を招いたということ。これが原因だ。じゃあとりあえず結論を言うよ。高成長、高収益と健全な財務体質が買いのシグナルを決算終了では判断される。大口の売却っていうのは株価に短期的に下落の圧力っていうのを与えて
下がってるよね。でも長期的なファンダメンタルズにはほとんど影響しないと。デイトレードでも一時的に大きく下げた場所でエントリーして、その日に売り抜けることがこの決算以降で常習化している。大事だよ、ここ。市場の心理を株価っていうのは機関投資家、筆頭株主によって揺さぶられるっていうのがここカバーの特徴なんだよね。で、市場の心理の揺れっていうのを捉えて、安くなってるな。ここ絶対上がるよね。っていう押し目で狙う戦略が有効と考えて判断しています。実際に僕が1週間でね、1回も損失出さない全部当たったっていう。まあこれが説得力あるでしょう。ここまでだとよくある株チャンネルっぽいよね。君は見ていて、じゃあいくらで設定したらいいのって思っちゃうよね。僕も思うんだよね。それで君にはね、お金持ちになってマッチングアプリで資産いくらでってどうやって、で、もういっぱいいいねもらって、他の男たちをね、無双できるぐらい、そんな風に強くなってほしいから、具体的な値段設定を教えていこうと思う。絶対そこの君、高評価して、シェアボタン押して欲しい。もしこれでね、反響なかったら、もうモチベーション下がっても僕だけ儲かっていこうかなって思っちゃうよね。もう来週投稿しないかも。じゃあ、投資家の心理と需要の分析。ここが中核となるところ。まあ、ここまで分析できる人はまずいないでしょう。ここが分かると、誰が参加して、いつ売り抜けるかっていうのが大体分かってくる。ここが面白いところなんだけどね、4月14日の直前とか上がると見せかけて、ぶち落とすみたいな。で、決算良かったから上がると思ってぶち落とすみたいな。機関投資家そういうの大好きなんだよね、ここ。空売り比率の推移、空売り比率。まあ、これだね。現物の持つ人たちに比べて信用取引でやる人たちっていうのはこの薄い水色の部分と赤いピンクみたいなところ、ここが信用取引なんだよね。その割合非常に多い。信用取引の特徴っていうと短期で株を持ってても株主総会に参加する権限を持たないわけだし、配当や優待を持つ権限がないわけだから短期で売る気満々なんだよね。だからこの株っていうのは上下させて儲けるっていうおもちゃみたいな状態になってる。これが自動車関係のホンダとかになっていくとめちゃくちゃ手堅いんだよね。岩盤ぐらい硬い。空売りの比率、これに変化があって、21日はだいたい 40% ぐらいあった。空売り。これが22日だと 24.3 に減少。直近の23日だったら 18.2% にすごい減少している。どういう状況かっていう、わかんないよね。説明するよ。需給は売り圧力のピークアウトのフェーズ入りしてるっていう。売り勢っていうのはこれから上がるぞっていう準備、しゃがんでる状態なんだよね。これから打ち上がるぞっていうような。ここ面白いんだけど、株価は横ばいなんだけど、金曜日のね、現物買いで買ってる人たちが221万株あって、で、売ってるやつっていうと半分しかいないんだよね。まあ、どう見ても足元っていうのは現物主導の押し目買いっていうのは優勢して増えていってるなって。やっぱりどう見てもね、割安だっていうのがあって、ちょっとカバーが抑えきれてないんじゃないかなっていう、もっと下げる予定だったんじゃないの？信用の取引からすると、まあ、ここはこういう状況でね、底打ちの確認、戻り試しっていうのがあって、シナリオが濃厚じゃないかなっていう。信用改ざんが 5.7% 減少して、で、信用売り算の方が 22% 大きく減少している。これは買い戻し主導の需要の改善が起こっている。わかるかな？こんな風にね、需給指標の変化っていうのを僕は AI に分析させて、それで感想を照らし合わせて、未来を明日の株を見てるんだけどね。投資家の心理ってみんながどう思ってるのかなっていう、決算直後の失望の売りと、あとは大株主であったウエストキャピタルの30億円規模の処分の売りっていうのが悪材料の出尽くし。これ以上悪い状況ってないでしょう。だってもう決算良かったしっていう。それを確認できるのが空売り率の減少なんだよね。これはね、上昇に備えたリスクヘッジ解消のサインが機関投資家が行っているっていうのがすごいよくわかる。この情報っていうのは一般的には出回ってないんだよね。だから僕の情報にはかなわないはず。他の VTuber にはね、絶対に。情報が圧倒的なアドバンテージが違うから。出来高が増えつつ、株価が切り上がるポジティブボリュームスラストっていうのが発生してる。だから僕はこういう結論と思って株価が予想できる。まあ、200株、400株買っててもいいんじゃないのかなっていう。僕のシナリオイコール、この決算が気になって見ている君っていうのは、上がる方向に思ってるじゃない。それはそう、僕と同じ見解なんだよ。じゃ、その方向で間違いないかを検証していく。空売り比率が 18% に転化しているっていう。これは売りの圧縮が進行して、機関投資家がもうノーポジションなんだよね。だからこれから上に上がりそうだから、ちょっと空売りやめとこうかなっていう状態。バレてるぞって。この情報が、まあ僕ぐらいしか知らないっていうね。機関投資家はリスクヘッジの
段階、現物が158万株買われて、その日売られたのが60万株ぐらい。こんなことをしていると、現物の株が枯渇してくるんだよね。売るやつがいなくなっていく。そうすると株価っていうのは急に上がるタイミングが来るはずなんだよね。現物売り吸収の痕跡があるってこと。で、僕の予想していることは、数週間で株価は上昇するのではという。今のところこの水色の長期移動平均線200日、これを超えない限りは、もみ合いが続くのではないかという AI の判断。一回ここを飛び抜けてしまえば、ここ全然もう歯止めが効かなくなってしまう。だからぶち上がっていくんだよね。それまでには前後する考えでトレードを行っていく方が無難でしょう。ワクワクするね。じゃあ、ここで君には儲けてもらう値段設定を行っていくから、楽天証券なり、松井証券なり開いて、値段の設定をしてほしい。ここでしてなかったら絶対もう設定しないじゃんねって。じゃあ、儲けることできないじゃん。儲けてほしいから僕わざわざここまで説明したんだよね。じゃあ、僕の能力、ビヨンドコードレクイエム。未来を読み取って、解析して、資産を守ることができる。そういうスタンド。ここ、数週間後の想定のシナリオとして、この期間まではデイトレードで同じような手法で、僕のツイッターでご覧の通りの利益が出せるってこと。機関投資家やバカな情報弱者から資金を分取れるってこと。まとめいくよ。今後の戦略のポイント。時給の転換点、ショートカバー。現物の買い越しっていうのが訪れている。短期的には上昇の余地はすごく大きい。ただ、信用残高の絶対の水準っていうのは依然高いんだよね。だから、いつこいつらが仕掛けてくるかっていうのを気にすると、デイトレードで完結した方がいいのではと。2400円前後では戻り待ちの売りがすごく分厚い。小春さんの見ての通り、僕の見ての通り、数週間で上昇というシナリオは妥当だと。ただし、上昇角度っていうのは純粋に一発でぶち上がるんじゃなくて、上昇角度っていうのはジグザグでね、揉み合ったりはするんだよ。だから下に下がった、安くなったな、もう絶対上に上がるっていうのは分かってるので、そこで押し目買いで仕込んでおく。僕がこれ YouTube で言うことによって思ったよりぶち上がるかもしれないけど、そういうことが、過去に何回もあったから、だからあんま言いたくないんだよね。2400円の手前で半分利益確定するとかあるけど、僕はこれから次に言う、シナリオトレードっていうものをやってほしいな。AI はこんな感じだけど、こういうことも200株買って100株ずつ売却して利益をやるっていうのも一般的。はい、とりあえずね、具体的な注文設定、ここからやっていきましょう。明日、明後日って書いてあるけど、全然この2400円のぶち上がるまでには、こういう戦略っていうのは違うな。一応ここまで分析したら、株の動きっていうのは、明日の株が上がるのか下がるのかっていうのは分かっちゃうんだよね。だから僕はこうやって明日の株はっていうシナリオを考えて、分析してるんだよ。例えば、この台本を書いたのが25日だったんだよね。自信度が 75%。その理由としては、テクニカル、需要、ファンダメンタル。この3つの要素がリアルタイムとして全て一致しているっていうこと。現に26日、その次の日は 15,916 円利益を出すことができた。読み通りってことだね。どこを見るかで株価の明日の状況、未来が分かっている。割と確信を持って。で、反発するってここは書いてあるから、実際まんま反発したよね。で、変動幅はプラス40から90円とか。これはね、僕はプロンプトを書いて、AI で出力させて、これまで分析したやつを要因として、こんな感じだから上がるよっていう。本当にそうなのかなって最後に僕は最終確認して投資のボタンを押すという。テクニカルも200日線、2045円を回復しているっていうのと、RSI は振られすぎだったっていうことだから、買っていこうよみたいな動きになっていく。出来高が増加して、買いたいよっていう奴ら、現物買いが増えてるっていうのが、これまで分かったわけだから、で、そこを一応示唆しているんだよね。売り抜けて手放しても、この会社は見ないわっていう人の方が少ないわけだから。数字を見てわかる。だから、決算を見て、その数字がいくらかっていうのを読み合いをしたって、関係ない、当たらない、無駄なんだよね。結局は人間の意識で株価は操作される。機関投資家で操作されている。誰が参加するかで結果が変わる。需要の要点としては、空売りの比率。機関投資家が売りポジションを持っている比率。これが 18.2% で、かなり低下している。これから上昇する局面に備えて、ノーポジションっていう状態なんだよね。空売り比率をね、増やして、じゃあこれから下げるぞっていうのはまずないんで、カバーっていう会社は時価総額がそんなに大きいわけでもないから、ファンダメンタル
の面でもかなり上昇の力っていうのが残っているでしょう。投資家の僕の判断。7期連続の最高利益の更新していて、2026年の予想も増益の見通し。だから、マクロ的な視点で言うと、日経平均と連動して、で、売買の代金が3日の平均より超えている。つまり参加者が多いっていうことだから、参加するためにはまず現物で買わないといけないっていう人たちが圧倒的に多い。僕も、信用買いをしないといけない。つまり株価にプラスの影響があるってこと。だから明日のその次は上がってるっていうのが知ってたんだよね。この手法を知ってしまったから、じゃあ俺はもう俺だけでこう考えるわーっていう人いると思うでしょ。甘いね。この複雑な計算ができるのは僕ぐらいしかいないんで、結局僕のチャンネルに帰ってくるという設定。他にここまで解説しているところはない。あったら教えてほしい。あったら教えて本当に。ないから。で、君にはこの値段を入力すると儲けるよっていう。で、僕はこの値段を入力して、この利益、16,000円くらいを引っ張れたってこと。まずね、エントリーは逆差しに行う。この値段まで上がってこないと買わないよっていう。なんだって安いところで買いたいって？じゃあ説明してあげよう。例えばね、こういうところで上がってきたから安くなったら買おうっていう、ちょっと下で値段を決めておいて、ここで買ったとするじゃん。どんどん下がっていくからね。どんどん含み損を抱えていくから。で、逆にこういう上がってきたところ、例えばこの1月22日の3010円、ここを超えたら、もうこのレンジを外れて上昇するんだっていう、みんながね、一気団結して上げていくわけだから、ここに逆差し値をつけておくと、こんだけ上がるわけじゃん。問題はどこでこう切り抜けるかっていうところ。さすがにここまでね、欲張るからここまで落とされるんだよね。ここまで引っ張るっていう人はいない。ということで逆差し値で買いエントリー。しかもこれ2段階に。で、買ったらトレーディングを開始する。それが2110円の時だったんだよね。基本的に注文はこれ一緒。トレーディングの幅は8円。8円っていう幅っていうのは、ATR14 の平均、アベレージトゥルースラインだったような気がするな。これがだいたい 27.7 円なんだよね。これは1日の変動幅の平均だったんだよね。これ固定してね、いくらっていうと振り落とされるんだよね。で、利益を最大にすることはできないし、リスクをコントロールすることができなかった。だから僕は今は ATR っていうものにしてる。話はここまでだよ。長期的には株価は上がっていくと捉えてもらって、最後に言いたいことは、運命は意志あるものを導き、ためらうものを引きずっていく。このチャンネルは株式投資で利益を出すことを目的にしている。台本にはないけど、有名になろうとか、ゲーム実況とか、歌ってみた配信とか、そこら辺の凡人でもできるようなこと、もしくは視聴者が見て利益にならない、僕が見て利益にならないっていうやつ、そういうのは一切興味ないから見ない。あとは、株系 VTuber っていうのがね、ちらほら見れるようになったけど、業績がいいから上がるとか、それは精神論で満足する初心者には対象にしていいかもしれないよ。でも、僕が出したいのは人気とか受けとかじゃなくて利益単なる、本当に利益。だから、決算市場などのニュースを分析するんだけど、じゃあ誰が動くのか、動かす要因っていうもの、株主構成とか、公開されていない情報とかもね、YouTube 動画を見て、ほら、決算を読んで、分析するっていうのを見る習慣が君にはあるじゃない？そういう分析 VTuber、YouTuber っていう動画を見て、じゃあ注文した君は具体的にいくらにしたっていう。で、その投資家はいくらで買ったのっていう。そういう初心者相手にするんだったらいいけど、僕は利益を出すためだけに利益を出すことを最優先にして、君が利益を出すことを最優先にして株価を想定している。だから、決算の資料とか、くだらんニュースを解説できるようになっても意味がないんですよね。株価を左右する要素として。それは意外とシンプル。それは人間の意識だ。盛り上がってきたから買いたくなるんでしょっていう。不況で懐が寒い。投資が怖い。だからみんな投資しない。じゃあ株価は下がっていく。それと一緒。板を思い浮かべてください。売りたい人と買いたい人の交渉が成立して株価っていうのは決定されている。参加プレイヤーを分析すればトレンドを1、2週間先読みすることができるっていうのは僕は気づいた。みんながね、こうやって信じながらおると数字は嘘をつかないと僕は研究を続けていっています。コメント読み上げコーナー。これが僕の IT リンクなんだけど、で、ここにね、問い合わせというボタンがあるんだよ。ここにコメントしてきた人がいます。参考になる画像を見せてほしいとね。はじめまして、いつも勉強になる動画を配信していただいてありがとうございます。最近おすすめに出てきたから動画を見るようになりました。それから楽しく拝見させていただいています。件名の最新の銘柄のスナイパーを見てについてですが、
最新の動画を見させていただき、そこで動画序盤でおっしゃっていたチャット GPT 入力の参考になる画像を送っていただきたいです。よろしくお願いします。私は仕事をしながらデイトレードをしています。今年始めたばっかり、新人23歳くらいなのかな。日頃のデイトレードのエントリータイミングの一つとして、また仕事の時に利益を出せたら素敵だなと思っています。よろしくお願いします。初めて DM を送るので何を送っていいのかわかりません。もし何か必要なことがあれば送ってください。まあそういうコメントをもらうと僕は結構モチベーションになる。なるほどね。チャット GPT 画像分析サンプルが欲しいと。っていうことで、まだ非公開なんだけど、これから投稿するのがあるよ。こんな感じだよっていうのを、コメントで返しました。はい、次。ずっと拝見させてもらってましたが、初めてコメントをさせていただいています。株のこともよくわからず、信用って何って、こんな感じだったんだけど、こんなに心理を読み解きながら、取引がされるとは勉強させてもらいました。この動画に出会ってから楽天証券や松井証券も解説したりしました。いつも参考にさせてもらってありがとうございますと。そのコメントに関しては、やっぱりこう心理を語ってるんだなって、決算を読んでるだけじゃなくて、じゃあその先の未来っていうか、AI が純粋に読み解けないような、その先の未来で実際にこの1週間のデータ全部買っているっていうね。僕が見ているデータっていうのは、こう、松井取引の信用データなんだけど、これは東証の API のデータ、法人プライでないと出回ってない情報なんだよね。それと同等。これはね、大きなアドバンテージとなって、やっぱ僕の勝つためには、これはファクターなんで、そのプランっていうのは普通に東証のプラン、普通のこの API のプランだったりすると8万円ぐらいだったかな。ちなみに僕のファンボックスのプランっていうのは5000円で、入ってる人は8人くらいなんで、まあ個別に教えてあげてもいいです。まあ結構この丸さんという人生を僕が変えてしまったようでね、感激です。まあ、ここまで真面目に分析っていう人は、根っからの投資家という専門家が VTuber をやるぐらいじゃないとできない。VTuber が投資流行ってるなって思って投資を始める付け焼き場とはね、次元が違うんだよね。まあ、わけわかんないやってチャンネルはね、今まで見られてこなかったけど、どうやら当たってるじゃんねっていう紛れもないこの実績っていうものがあるので、誰も信じてなくても、評価されなくても、儲かってればいいや、という感じで YouTube でこっそり配信しています。じゃないとあんまりこう見る人が多かったら、バランスが崩れてしまうから、貧乏人と金持ちの資本のバランスが。だからそこまで大々的に、広告とかやらなかった。まあここまでコメントやってるっていう人は、これだけ向き合ってるってことなんで、絶対お金持ちになれるよ。あと、オフ会するよ、静岡県浜松市で、ここに5000円のプランっていうのがあって、で、そういう人たちが参加の権限を持っている。で、一人加入すれば友達別に何人でも連れて行っていいっていうことには僕はしてます。今回参加するのは僕を含めて9人、同じ部屋に宿泊してお風呂にも入ります。それと、豊橋から2人車にね、乗せて、僕が乗せていきます。まあ、VTuber がリアルにオフ会して、車で送迎するとか聞いたことないよね。現在、500円と90円のメンバーシップがあって、その合計がね、100人以上になったので、その収益で動画の制作編集というのを外注することにしました。まあ、出資者への還元ってことね。メインの収益源は Pixiv ファンボックス1人5000円の僕、小春と直接お話が毎週できる定期ミーティングで得ている。儲けるプロンプトっていうのは運用期間が1週間くらい、僕は5万円とかもっと儲けたよね。それを1ヶ月5000円で参加できるっていうのは破格の錬金術なんだよね。で、逆に言うと、その5000円を出資できない、損するかもしれない怖いな。そういう人っていうのはもう成功できないと思うんだよね。君は入ってるからいいけど、もうね、大丈夫。もう価値は確定している。じゃあ今まで話したことを真似すればいいか、プロンプトをね、自分でアレンジすればいいや、作ればいいやって思うじゃんね。甘いな。そこまで僕はね、設計されているんで、あれはまだまだ改良があるもので、最新版のやつっていうのは僕が持ってる。そういう5000円のプランとか、そういうのが直接聞けないとかね、感想を書けないとか、自己発言できない、自分の意思を伝えることができない。そういう人がもう自分でプロンプトできるっていう人は、僕みたいなその IQ140 以上じゃないとダメじゃないのって、みんな頭いいなーって思っちゃうよね。今回の動画いかがだったでしょうか？遊びも仕事も全力でやっていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。